本日の AI 講座を始めます。本日はですね、チャット GPT のイメージ2.0ですね。こちら画像生成が非常に向上してますので、以前、ナノバナナご紹介させていただいたと思うんですけれども、チャット GPT の方の画像生成と、あとドーム、人事労務での活用ポイントについてご紹介させていただきます。まずですね、こちら、チャット GPT のイメージ2.0ですけれども、自然なですね、画像生成の、機能が向上してまして、デザインだったり、あと日本語の生成もですね、自然に作成できるようになっています。システムで、より使っていけるようなレベルになっていますので、確認をしていきたいと思います。こちらですが、有料アカウントもちろん利用できるんですけれども、無料アカウントでも対応しています。無料でも使えるんですけれども、回数や機能に制限がありますので、ご注意ください。ではですね、早速作ったものを確認していきたいんですけれども、こちらですね、サブロク協定について要点をまとめたインフォグラフィックスを作成してと。インフォグラフィックス、この用語については、以前ナノバナナプロでもですね、ご紹介させていただいたと思いますけれども、このインフォグラフィック、チャット GPT でも作成ができるようになりました。このように、本当簡単に一言ですね、サブロク協定について要点をまとめてと、入れただけなんですけれども、このような内容のインフォグラフィックスが作成されています。ちょっと小さいので見づらいかもしれないんですけれども、文字も全く日本語問題ないですし、あとデザイン的なところも全く問題なく、とても綺麗にできているかと思います。あとですね、一番下の方にですね、出典が厚生労働省のものをそうですね、参照しているというようなことも書かれてますので、そういった配慮もなされているというような形になっています。で、続いて資料作成見ていきたいと思います。こちらですね、障害者雇用状況報告書ですね。こちらの作成手順とポイントを資料としてまとめてほしいということで、チャット GPT の方に指示をしています。まずこのようにですね、資料として文章を作成してくれています。こういった資料作成系ですね。チャット GPT 今5.5というモデルになっているんですけれども、資料作成についても機能向上してますので、こちらも使ってみてもらいたいなと思っているんですけれども、このように、資料として、出力した後に、スライド、パワーポイントのようなスライド資料にまとめてくださいと。イラストや画像なども入れながらデザインしてくださいと指示をすることで、こちらパワーポイントで出力されています。内容を見ていきますと、このような形で資料が作成されています。チャット GPT を使って資料作成されたことある方、今までこんな画像とかデザインとかですね、充実したものができてなかった。文字だけのものがちょっとチャット GPT だと出てきてしまうんだよねって思ってたと思うんですけれども、今このような形でですね、本当そのまま出せるぐらいのレベルで、パワーポイントで資料作成できますので、チャット GPT、イメージ2.0ですね。デザイン性が非常に向上しているので、使ってみてはいかがでしょうか。最後にですね、チラシ関係ですね。そういったものも作ってみましたので、ちょっと確認をしていきたいんですけれども、こちらですね。社員紹介キャンペーンのチラシを作ってということで、A4 サイズ縦で、このような形で作成できています。本当指示は一文これだけなんですけれども、非常にプロにお願いしたようなレベルで作成ができています。同じプロンプトをですね、ジェミニの方でも投げてみました。ジェミニだとこのような形になってるんですけれども、いかがでしょう。ジェミニも悪くはないというか、それなりにできてはいるんですけれども、ちょっとデザイン的にごちゃついてる感じも、しますけれども、こちらのチャット GPT で作ったものの方が、より洗練されてるというか、プロにお願いしたような仕上がりになっているかなと思います。本日はですね、チャット GPT イメージ2.0の人事労務での活用ポイントについてご紹介しました。ぜひ皆さんの方も新しいチャット GPT ですね、画像生成試してみてください。本日の AI 活用講座は以上となります。